代わりにこれあげます。いやこれ私書いたやつだしいらないし。じゃあもっと大切なこれでもどうぞ。いやいいっす。あ、そうなんだ。いいっす。こんにちは。今日も内田さんが来てます。イエーイ。この素敵なライブ、ごめんなさい、漫画ライブペイントを描いてくれたアーティストです。使ってる道具はこんなようなペンでしたよね。こっちですけど。こっちの方ですか。なんかすごい似たような名前ですね。でもこっち水性なんですね。水性だとどうなりますか。水性だと漫画ライブペイント弾いちゃったりしますね。乾きが遅いとか水に溶けるので消えちゃうとかがあります。油性だと何でも描けるので生地がビニールにも描けるしガラスにも描けるみたいな。ちょっと自分のでかい漫画を描きたくなりましたので持ってきました。でかい漫画チャレンジ。でかい漫画チャレンジどうでしょう。いいと思いますよ。でかい漫画床に置いてあったものなので、すごい触ったりしない方がいいかもしれないけど、汚いがもしかしたら汚い方がいいんですよね。汚い方がいいのなんかエレベーターの話でそういう綺麗すぎるエレベーターよりはそのサイバーパンクじゃないけど配線とかちょっと出てるようなその汚いエレベーターの方が好きっていう話をしてる。そういうこと汚い方が良かったですよね。そういうことですよ。エレベーター汚い方がいい。なるほど。これだと一コマにもならない。じゃあこんな感じ。そうここぐらいの。プロッキーはこうなります。乾くまで少し時間がかかります。でもそんなににじまないよね。マッキーはにじむかな。でもこのマッキーがこれ古いから。マッキーがじゃあプロッキーいきます。静かに。マッキーが主張してきている。でかく書きます。初めてこんなに大きく。じゃあサイバーパンクですね。私が得意じゃないからインスピレーションは、ダウンロードします。またそういう有名なアーティストいましたね。紙を使って、穴開いたらもうアートになった。これを開いたままにしてサイバーはスカウター使えばもうサイバーになる。になるという。こんなに大きく書いてすごい変な感じ。まだこれ小さいですよ。これが小さいんだ。あんまり手を描きたくないんだけど、ここに手を描いて、で、サイバーになってないよね。そうっすね。まだ人ですね、これは。スカウター使わないんだったら何をすればいいかな。やっぱこの人はファインアートが好き。博物館にあるあの絵。破れ。じゃあ、手首にでかいパーツ。サイバーわかんないよ。パクリしよう。パクられる。あれをサイバー。サイバーになった。サイバーっぽいよ。サイバーになった。サイバーマスク。マスクね。サイバーになるように。サイボーグなの？サイボーグなんですね。サイバーはいわゆるサイボーグでしょ。わかんない。同じじゃない？同じなのか。まあでも機械的なねボディはにしてもそうね。にしても。よしペニレ。よしペニレ行きましょう。初めてのでかい漫画のペニレです。こんな大きさだと紙は回せないね。壁になるとそれはどうしてるんですか？私もともと回さない人間なんですよ。じゃああんまり感じないんだ。そうなので逆にそれなのでできる。友達にも言われました。漫画描いてる。慣れてるから。そもそも原稿用紙を回すことをしていなかったので全然描けます。漫画ペイント漫画ライブペイントをやるために生まれましたね。そうなんですよ。この指あんまりサイバーっぽくなっていない。サイバー指はスマート服とかアップルウォッチとかスカウターは2つとかもうできるだけサイバーできるだけサイバーでなんでこの美術的なものを見てニヤニヤしてるかなんとなく自分の部屋にいる感じでもあるでしょ。自分のずっと欲しかったフィギュアとかあったらもう自分のお家で買ってよかったとなるでしょ。あれツイートありましたよね。ありました。あれなんか買った？ガンダム？どんなガンダムだった？上半身だけある。あれは足は？売ってない。ないです。本当すごいでかくて
ここら辺までしかないんですけど、すごいディティールが細かいやつで。ちゃんとした足があるガンダムもあるから違うそれの方がいいんじゃない？いや違う。遊べるしいやもう鑑賞用です。あんなおもちゃ意味ないひどい。そんなにガンダムファンだったんですか？メカが好きで、それは本当にガンダム詳しくないですけど、メカ大好きで。回せない回せないんですよ。なんか悲しい。手に入れの段階でいろいろ改造するっていうか。わかります。私も楽しいですそれ。完成です。完成です。どうだ？でもモニターで見ると結構いい感じなんですよね。こんな感じでした。どうや？どうや。内田さんが描いた漫画の上に貼りましょうか。だって別に頑張ってなかったですこのコマでしょ。すごい。漫画ライブペイントだとそういうコツいろいろ考えなきゃいけないです。そうちょうど同じ形。めちゃくちゃ楽しい。なんか何の話？何の話？作画が違う。では内田さん紙いっぱいありますね。紙がでかすぎます。これ何か書きましょう。どうや時々適当か。いや自分も適当大好きだね。内田さんが大好きな汚いもの。違います。汚いものが大好きだって言ったんじゃない？違います。エレベーターの話ですよ。おお。でもちょっと足りてないな。さあどんな漫画にどんな漫画一コマなんでね、どうしようかな。私のテーマは何か見ていた同じテーマでやっと手に入れた感じな表現しているキャラクター。キャッチ。いいね。プロ野球選手ですか？プロ野球選手。エアというバッハの曲ありましたね。この消しゴムの大きさが足りますか？足ります。気にしてるし大きさ足りるってか使わないです。使わないですよ。消しゴム使わないし。使わないです。これ初めてテーブルに置いてこんな大きい漫画描くんですか？でも初めてかもしれない。おお、本当？家の机だってこんな置けないですからね。早く描ける練習方法ありますか？私練習してないので、お多分正確かもしれないです。多分なんか悩まない。さすが早く描けるんだ。でも下書きが下手くそですね。うん、やっぱ平面だとむずいっす。角度欲しいよね。欲しいっすね、うん、やっぱりこの分だけすでにパースがかかっちゃってるのでそうもうそれ違うやんみたいに。そういうことあるからパースかけないと書きづらい角度につけて勝手にパースになるから。勝手パース。おお、さすが。時々は一番大切なものは木だって分かって書いてくれたんですか？若干途中でそういえばあれ優しい。木にしました。ありがとうございます。木はサイバーと真逆のものなので、なんか自然のものに憧れがありそうじゃないですか、この世界の人たち。深く考えてるね。こんなアホみたいなものを書いてくださいって言ったら、サイバーの世界で自然なもの憧れになりますよね的な。深い。やっぱドキドキのメンバーとしてちょっと合わないかもしれない。合わないかもしれない。ちょっと頭が良すぎて。今の2つの線があってどんな理由で入れましたか？ただの趣味です。汚く見えます。汚くなる。素晴らしい。やっぱ汚いのが好きなんだね。汚く見えます。やっぱ汚いものが好きだったな。描いちゃうのはあります、本当に申し訳ございません。今日は内田さんが到着する前にちょっと掃除したくなって掃除しました。いいんですよ。いいんですよ。美しくしてそういう汚いとか綺麗とかじゃなくてデザイン性の話ですからね。内田さんのアパートを見たくないな。違いますよ。そう。いや失礼ですね。汚くないですよ。
急にどうしました？なんか適当な絵を描いたら内田さんも適当な絵を描いてくれると思ったのにちゃんとしたものを描いてるな。それ描きますよ。大事なものなんでこうね。近づきたい。でも座ったら壊れるかもしれない。ああみたいな。そうそうそう。これバランス多分合ってない。まあ平面で描いてるから見なさい。こういうレベルこういうレベルこういうレベルでいいから。見なさい。やっぱり難しいな。でかく描く。手が描く。いや手の動きをダイナミックに。小さく描きがちだと思います他の人は。大きい紙に対してやっぱどうしても人物が小さかったり。内田さんは逆。私はでかいっす。小さい紙持たされてもいやそういう結構でかく描いちゃう。描かないっす。比率は多分大丈夫です。バランスは多分大丈夫と思います。たまにいませんか？なんかこれぐらいの余白あるのにサインめっちゃちっちゃいみたいな。特にデジタル24インチのワコム液晶タブレット買っても結局これくらいの大きさで全部書いてる。拡大してまだそのなんでこんな大きいもの買ったっけ？マッキーで書きたくなりますね。マッキーとかプロッキー。こういうのが楽しいから、G ペンだと速さは限ってるっていうか限界ありますよね。だってインクなくなりますから。インクなくなるし、ペン先が壊れたりして気にせず書けるし、結構思ったように書けるかもしれない。さすがに交換入れます。そうです。漫画だったなと思って。なんて書いてますか？なんかパーみたいな。パーみたいな。はい、終わりです。もう自分の名前書く。日本語ゲーマーが書いた。いいの？ダメ。サインしとく。サインしとく。もう私名前書けなくなったんだよ。録音した声は全部切って私が書いてたものにしたかったのに。だって手が結構似てない。ちっちゃい。じゃあ比較しましょう。お願いします。では最初はこんな素晴らしい漫画っぽいでしょ。漫画っぽい。昔の漫画みたい。日本のアニメのわかります？なんかマッハ55みたいな感じ。でも大好き。わざとそのスタイルで描くつもりなかったけど、好きなものはやっぱり癖になっちゃうっていうか、自分の絵に入っちゃう。この形になってる理由は完全にどういう風にごまかせるか。そんな感じでした。なんか影全く入ってないよね。影全く入ってないですね。良かったところが、楽しく描けたから、だからすごいこういうマッキーとかプロッキーとか使ってでかい紙、もう使い終わった紙とかで描いたらみんな楽しくいけると思う。サイバー感は 0から10、レーティングしてください。でもこれだいぶサイバーですよ、もはや。そうなんだ。もはやだって体がもうないじゃないですか。こうなっちゃってるし、だいぶサイバーです、言ってしまえれば。デザイン的には。これちょっと残念だよね。これがここが違うですね。この人はほぼ 100% サイバーですけど。でもさっきみたいに自分の世界は全部サイバーだから、こういう昔の紙でできてる。正直そういうつもりなかった。今こじつけっていうんですよ。比べてみるとちょっと文句はあるんですけど。文句あるんですか？内田さんが全くこのチャレンジは何なのか分かってないでしょ。なんで？何でもない絵を描きましょうっていうはっきり最初に言ったのにちゃんとした絵を描いたのに。だから欲しいものを見つけた時のそれでサイバーって言われたので入れましたよ。本当に
素晴らしい。どうやってこんなものを思いつくの？思いつくんですか？私本当に真っ白中身を見てファイバー加工とかはい。考えてもキャプセルに入っている木ああ、自然物みたいな木ですね。であんな深い理由で自分のサイバー世界でこういうのは少ないから憧れるっていそう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 。どうしたらそういう想像ができるようになりますか？それはちょっと教えてください。わかんない。絶対変な漫画読んでるでしょ。読んでないですけど。変な食べ物、変なところに育った変なところで育った。変な町。静岡の田舎から来ました。そこに結構変ななキャプセルに入ってる木どうやってどうやってこんなアイディアがこれなんかね浮かぶんですよね。これまた、またアーティストっぽいこと言うと感性です。感性ほっといても浮かんでくる。売ってください。売れない。ああいうの欲しいから売れないっす。じゃあ交換しましょう。代わりにこれあげます。いやこれ私書いたやつだしいらないし。じゃあもっと大切なこれでもどうぞ。いやいいっす。あ、そうなんだ。なんで平面で描いたの初めて。いつも壁で大きいの描いてるんですけど、机に置いてでっかいの描くのは結構難しいと思いましたね。ここのもうパース、そうね。実際見るのはこう上からなのでちょっと難しいかも。思ったより楽しくやりたくなった。もっとでもここまで、どういうやりたくてもどこでやるか、内田さんはもうデザインフェスタでやってるから、でかい紙を使って、特にプロキーとかマッキーだと気にせず楽しく描けるし楽しかったということでありがとうございます。ありがとうございます。では内田さんのツイッターとかぜひ教えてください。はい、ツイッターとインスタグラムはイブキチフォーシーンで言いますので何卒フォローとかよろしくお願いします。お願いします。そしてなんかイタリア的なイタリア的なそう4月25日から5、6、7、8までかの一応4日間にナポリコミコンというイタリアにあるイベントでライブペイント漫画ライブペイントやるのでよかったらイタリアにお住みの方いらっしゃいましたらナポリまで落ち込みたい人はそこに行って自分がどれくらい下手なのか私の気持ち分かってほしい。すごいものを見てやっぱり私は下手だな、いやこんなすごい人がいるんだ、そういう気持ちになりたい人はどうぞどうぞ本当に大きい漫画多分見たことないと思うのでぜひナポリまでお越しください。いいね。一応7月にアメリカは行きます。あと10月先です。アメリカ全部ワールドツアー違いますカリフォルニアロサンゼルスアニメエキスポというイベントにおそらく出る予定です。じゃあ会うチャンスはいっぱいありますので、あるので海外に行きたいと思うのでお近くの方はぜひ会いましょう。お願いします。お願いします。じゃあバイバイ。ありがとうございました。あげない。いや、くれない。